皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。トランプ大統領がウクライナ支援を実施するかもしれないというニュースが入っています。これはウクライナの地下資源をアメリカの開発利権として獲得する代わりにウクライナに対する支援を行おうという話です。トランプ大統領は中国の経済的台頭を抑えるために様々な経済的な手段を取ろうとしているわけですが、今回もその一環というわけです。今回はこのあたりについての解説をしておきましょう。まずはどのように報じられているか見ていきます。ウクライナの豊富な鉱物資源。トランプ大統領が軍事支援の代償として注目。アメリカのトランプ大統領がこのほど、ウクライナに対する将来的な軍事支援と引き換えに、ウクライナの鉱物資源を利用できるようにしたいとの考えを明らかにした。ウクライナは、ロシアの侵攻から国を守るために、アメリカからの軍事支援を必要としている。今回の発言は、ウクライナでの戦争に対するトランプ氏のディール、取引外交的な取り組みを浮き彫りにしたが、全く予期されていなかったわけでもない。欧米諸国は、これまでもウクライナの豊富な鉱物資源に目を向けていた。トランプ大統領は、記者団に対し、我々は数千億ドルを投資している。ウクライナは素晴らしいレアアース、軌道類を保有している。私はレアアースの安全を望んでおり、ウクライナは喜んでそうするつもりだ、と述べた。ウクライナが何に合意したのかについては明らかにしなかった。トランプ氏はかねて、将来の支援は融資として提供されるべきであり、ウクライナがロシアと交渉することが条件になると示唆している。バイデン政権の時は2022年2月にロシアによるウクライナへの全面侵攻が始まって以降、650億9億ドル、日本円で約10兆円の軍事支援を提供していた。バイデン政権は、ウクライナの勝利はアメリカの安全保障にとっても重要であるとし、軍事支援は必要だと主張。一方、トランプ氏は、アメリカは見返りを得ずに支援を継続すべきでないとの考えを明確にしている。トランプ氏がウクライナ政府に何を望んでいるのか、詳細は明らかにしていないが、鉱物分野でアメリカとウクライナとの協力を深めるための取り組みは、トランプ氏が大統領に就任する今年1月の数ヶ月前から準備が進められていた。バイデン政権下で昨年作成された覚書は、ウクライナ政府が経済的な利益が得ることができるという動機づけを生み出して適切な事業や環境を用意することと引き換えにアメリカはウクライナの鉱山プロジェクトへの投資機会をアメリカ企業に促すというものだった。ウクライナはすでに2021年に EU と同様の取り決めを交わしている。ウクライナ政府は過去に西側諸国がウクライナを支援すべき理由の一つとして国内の鉱物資源を挙げ、これらの戦略的に重要な資源がロシアの手に渡るのを防ぐべきだとしていた。ウクライナのゼレンスキー大統領も自身の掲げる勝利計画の重要な部分として西側諸国による国内の天然資源への将来的な投資の可能性に言及していた。アメリカは必要とする鉱物資源の多くを輸入に頼っており、その多くは中国産だ。アメリカは重要と分類された鉱物50種類のうち12種類について完全に輸入に依存しているほか、16種は 50% を輸入に頼っていた。ウクライナ政府によれば、こうした鉱物50種のうち22種がウクライナ国内に眠っている。中国は長年にわたり、レアアースやその他戦略的に重要な鉱物の生産で独占的な地位を築いてきた。中国が世界のレアアースの製造約 90% を担っている。では、主だったものとして、ウクライナでどれほどの地下資源が眠っているか。レアアースではないものの重要な資源であるチタンであれば、これはヨーロッパ1位の埋蔵量があるとされています。また、バッテリーなどで必要とされるリチウムについては、ヨーロッパ全体の3分の1がウクライナに眠っているとされています。その他、世界の黒鉛埋蔵量の 20%、チップや LED に使用されるガリウムの世界第5位の生産国、アメリカの半導体メーカー向けネオン供給の 90% がウクライナ生産。今回トランプ大統領が言及したのはレアアースですが、それ以外の鉱物資源についてもウクライナにはあり、それらについての開発利権をアメリカの企業に開放することによってアメリカは利益を得るし、その利益を得ることを前提としてウクライナへの軍事支援をしてくれというような話へとつながっているわけです。ただしこの話には少し問題があります。
ウクライナが鉱物資源の開発についてアメリカ企業にどうぞどうぞと言っても、さあそれがどこにあるのかというのが問題になっているわけです。埋蔵されている地域というのがウクライナの東部地域、つまり東部戦線のすでにロシア軍が占領している場所であったり、最前線に近い地域においてはなかなか安定的な開発をすることはできません。ましてや開発国として割り当てた場所がすでにロシア軍による占領されている地域であれば、アメリカの企業が乗り込んでいって開発することはそもそもできないわけです。ちなみにこうした鉱物資源については、ロシア側の軍事ブロガーの間においても、ウクライナから鉱物資源を奪うことができたと、略奪経済がうまくいったという具合にして、侵略を評価している理由の一つともなっています。では、アメリカがなぜこのようにしてレアアースや鉱物資源に対して重要視しているかといえば、記事にも指摘されていたように、非常に多くの鉱物資源が中国で採掘され、それが世界市場に大きく影響を与えているからです。鉱物資源それ自体は世界中に様々なところである場所ない場所様々あって開発がされているわけですが、中国の場合だと他の場所に比べて環境規制が緩やかであったり、また政治的に安定しているといったことなどもあります。例えばアフリカ大陸においても数多くの鉱物資源が様々な場所にあるわけですが、政治状況として全く安定しておらず、武装ゲリラが鉱山利権を完全に掌握していたりなど、なかなか安定的な開発ができない場所といったものも様々あります。また、ここ最近では状況は変わりつつありましたが、中国の人件費は当然のようにアメリカよりも安いものですから、鉱物資源を採掘すること、それ自体で大きな利益を上げようと思えば、コストが安い方が有利といった具合にして、中国がこの分野で国土に存在するし、それを採掘するための環境も整っているといった具合にして、アメリカよりもこの分野においては優勢なわけです。ただし、そのような形で市場を中国が握ることになれば、供給量を絞るなどして、ライバル国に対するレアアース利用を制限することもできるわけで、この状況がいつまでも続けることは、アメリカの国益上においてちょっと危険なわけです。そうしたこともあって、ここ最近では、中国がグリーンランドの鉱物資源を手中に収めてしまうかもしれないといったこともあり、トランプ大統領はグリーンランドを購入できないかというような話をしたり、今回のウクライナに関しても、軍事支援の見返りは将来的にわたってウクライナの地下資源を開発する権利をアメリカに割り当てるようにというような話へとつながっているわけです。この話、ウクライナにとっては地下資源を採掘し、その利益がアメリカ企業に持っていかれるわけですが、しかし、この話自体は前向きに捉えて前進させるべきものでしょう。というのも、今はロシア軍がウクライナ国内に攻め入っているような状態ですから、安定的に国内の開発ができる状況では全くありません。ましてや、トランプ大統領に対して利益を供与しなければ、その見返りとしての軍事支援が得られないというのが明らかにであるならば、これは取引を行うべきでしょう。たとえ利益をアメリカ企業が持っていくにしても、鉱山開発を行えば、必ずそこには物流が存在し、多くの現地作業者を雇うといった雇用が存在し、必ず経済的な波及効果が存在します。大きな利益は得られなくとも、地下資源を軍事支援と変換することが今のウクライナにとっては重要な取引となるはずです。一方で中国に対してはウクライナ情勢に対してもうちょっと関与せよと話していたトランプ大統領ですが、この件に関しては全く進展がなく、しびれを切らして中国への攻勢を強めています。まずはトランプ氏 100% 関税を警告、ブリックス通貨導入やドル代替ならというニュースが入っています。中国、ロシアを含む新興グループ、ブリックスに対し、米ドルを他の通貨で代替しないと約束する必要があり、さもなければ 100% 関税を課すと、トランプ大統領が改めて警告した。トランプ大統領は、国際貿易でも他のどの分野でも、ブリックスがドルにとって変わる可能性はゼロだ。試みる国は、こんにちは関税、さらばアメリカと言わなければならなくなると強調した。中国、ロシアはそれぞれが脱アメリカ経済とも言えるような経済圏構想を持っていて、なんとかアメリカに縛られない形での勢力圏拡大といったものを試みています。現在ロシアに関してはアメリカとの間における貿易が非常に小さいものとなっておいて、もはやこれ以上制裁のかけようがない状態ではあるものの、中国との間における貿易は盛んですから、こうした警告を与えることは
中国に対して何かしらの妥協を引き出したいのでしょう。ただし、今のところ中国に対する外交攻勢においては、うまくトランプ大統領はアメリカの利益は引き出せてはいないようです。ブリックスに対する言葉での牽制以外にも、トランプ大統領は中国への追加関税 10% を発表しました。これに対する中国の反応、アメリカの対中国追加関税が発動。中国は報復関税を発表しました。トランプ大統領が命じた中国に対する 10% の関税が発動した。これを受けて中国政府は報復措置を発表した。報復措置ではアメリカからの石炭と液化天然ガスに 15% の関税がかけられた。また、原油、農業機械、ピックアップトラック、大型エンジン車には 10% の関税が課された。中国財務省は声明で、トランプ政権は国際貿易機関 WTO の規則に違反していると非難した。中国はまた25種類のレアメタル、希少金属製品に対する輸出規制を導入。さらに一部企業に対する信頼できない企業リストに追加するといった行動も見せました。中国がアメリカの関税に真っ向から対抗する姿勢を見せたのは予想外だとする意見もある。しかし、アメリカが全ての中国製品に関税をかけたのに対し、中国の輸入税は特定品目のみに限定されている。さて、ここで早速中国によるレアメタル、レアアースといったものに対する輸出規制導入が発表されました。これが少し前の話であるアメリカがウクライナやグリーンランドなどでの地下資源開発を行いたい理由です。アメリカと中国との間における貿易関係の中で中国の方がレアアースの採掘を行っており、この分野では中国側が規制をかけるぞといえばアメリカに入ってくるのに障害になる可能性があるわけです。こういったことを防ぎたいがためにアメリカの企業がどこかで調達できる仕組みというのをトランプ大統領は欲しがっているわけです。中国は関税をかけられたことに対する報復関税を発表しました。しかし、当初トランプ大統領は大統領選挙の時には 60% の対中関税を発表していましたから、それに比べればかなり譲歩したものだと言えます。しかし、たとえ譲歩したものであったとしても、関税をかけられたこと、それ自体は事実ですから、これに対する報復を行うというのは、当然の反応でしょう。しかし、レアアースに対する反応を見せたように、少しでも金額的には大きくなかったとしても、重要な品目について絞るというのが、アメリカ企業にとっては痛手になるだろうというのが、今の中国側の考え方なのでしょう。こういった中国の反応を見ればわかるように、何か動こうとした時にこれを妨害するような品目を相手方が持っていると動きが縛られやすくなるものです。中国の今回の反応といったものを見て、トランプ氏がウクライナの鉱物資源に対する関心をより高めて、そしてウクライナ政府もまた軍事支援を引き出すための外交カードとして有効だと認識し、この取引が成立してくれることを願うばかりです。ただし、ロシア軍に占領されている地域も多いわけなので、ウクライナ政府としては、そのあたりのことを前提として、いかにして自国に有利な条件でこの外交カードを切るかが交渉力にかかっています。トランプ大統領にアメリカが多くの鉱物支援を得るためには、より多くのウクライナに対する軍事支援を行って、今ロシア軍に占領されている地域を解放する必要があるといったことをシナリオとして描けるわけです。このあたりの動きは、アメリカと中国、中国とロシア、ロシアとアメリカ、そしてそこにウクライナといった形で、様々な国際情勢の話が絡み合った話であり、それぞれの国の思惑が非常に戦争と経済、様々な面で影響し合っています。ウクライナの鉱物支援をめぐって、ウクライナとアメリカとの話だけではなく、なぜそこにトランプ大統領が関心を持つのか、そこにはアメリカと中国との経済戦争もまた影響しているのでした。というわけで今回の話はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の話役に立ったなと思われる方はぜひとも評価ボタンのクリックよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。